視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日はですね、皆さんと座学、パンに関して勉強していきたいと思います。今日ですね、皆さんと勉強していく内容はベーカーズパーセントについて一緒に学んでいきたいと思います。まずですね、ベーカーズパーセントっていうのは何ぞやっていうところなんですけども、ベーカーズパーセントっていうのはパンを作る上での基準となる配合比率になります。このベーカーズパーセントを用いることによって、例えばこの生地を 300g 作りたい、 400g 作りたい、 500g 作りたいっていう時に、このパーセントに落とすことによってそれぞれの食材の使用量、小麦粉が何グラム、バターが何グラムっていうのを導き出すことができます。これを使うことによって、例えばレシピ本にそれぞれのグラムが書いてあって、これで 300g の生地ができますっていうふうに書かれている場合があるじゃないですか。ですが家で作る時にちょっと300だったら多いな、250にしたいなっていう時に、このベーカーズパーセントっていうのを使ってそれぞれの配合量だったり使用量っていうのを導き出します。なかなかこういうふうにね、言葉で説明しててもわからないと思いますので、実際にベーカーズパーセントを使いながら説明していきたいと思います。そしてここからはですね、少しメモとかスマホでですね見ながら解説していきたいと思います。まずですね、ベーカーズパーセントっていうのは小麦粉を 100% としておきます。これは絶対です。 100% が小麦粉になります。それ以外の塩だったり砂糖っていうのをその 100% にどんどん足していく形になります。で、今回ですね、仮にレシピを上げさせていただいたんですけども、小麦粉を 100% と置いて、塩が 2%、砂糖が 5%、バターが 10%、水が 70%、そしてインスタントドライイーストが 1% のレシピがあったとします。これを全て足すと 188% になります。そしてこのレシピの生地をですね 300g 作りたいってなった場合は、300割る合計のパーセンテージ188を割ります。そうすると 1% あたり 1.5957 点点点っていう形になります。そして小数点第2を四捨五入します。ですのでこの場合 1.59 ですので9を繰り上げて 1.6 にします。その 1.6 を基準として 1.6× 小麦 100% をかけると 160、 1.6 に塩 2% をかけると 3.2 っていうふうに全てをですね 1% の基準である 1.6g をベースに計算していきます。そうすると小麦が 160g、 塩が 3.2g、 砂糖が 8g、 バターが 16g、 水が 112g、 インスタントドライイーストが 1.6g となります。これを全て足すと 300.8g になります。ですのでこのルセットで 300g の生地を作る場合は、今お伝えした量を計量してもらえると 300g になります。これは 300g の場合のお話であって、400だったり500だったり 1kg だったり 10kg 全てこのやり方でできます。 1kg 割る188、 10kg 割る188、それによって 1% あたりのグラムが出ます。ですので仕込み量が多くなるほど 1% あたりのグラム数っていうのはもちろん増えます。ですので自分でパンを作られた際はレシピを上げてからでも結構ですし、ベーカーズパーセントに落としておくとすぐにですね、このパン 200g 作りたい、このパン 300g 作りたいっていう時に、そのベーカーズパーセントを基準として計算できます。とても便利なですね計算方法になります。ですのでこの機会にですね、皆さん学んでいただいて自家製パンライフに役立てていただきたいなと思います。そして最後にですね、私がパンを作る際に基準としているベーカーズパーセントがあります。それをですね皆さんにお伝えしたいと思います。このベースをですねアレンジしていろんなパンを作っていることが多いです。これは私の基準としているものなので、あくまで私個人のベースです。パンの作り方だったりレシピっていうのは十人十色ですので、それぞれの基準があると思います。ですので参考程度に聞いていただけますと幸いでございます。まずはバゲットのベーカーズパーセントをお伝えいたします。小麦粉100、塩2、インスタントドライイースト 0.4、 モルト 0.3、 水70、合計が 172.7 になります。そして次に菓子生地のベーカーズパーセントをお伝えいたします。小麦粉100、砂糖12、塩 1.8、 脱脂粉乳4、バター15、生イースト4、卵10、卵黄2、水51、合計 199.8 になります。そして最後に各色のベーカーズパーセントをお伝えいたします。小麦100、砂糖8、塩2、脱脂粉乳4、バター10、生イースト 2.5、水70、
合計 196.5 になります。以上3点の生地のベーカーズパーセントをお伝えいたしました。私はこれをベースにお砂糖を増やしたり油脂を減らしたりしていろんなパンを作ったりしております。ですので皆さんもよろしければですね、このレシピのベーカーズパーセントを参考にしていただいてパンを作っていただきたいなと思います。そして今回お話ししたこのベーカーズパーセントの基本的な3種類はですね、全てストレート法でのベーカーズパーセントになります。これが中種が入ったりとかローメンが入ったり低温長時間になると全て変わります。それぞれのベーカーズパーセントがありますので、そういったですね作り方はですね今後ですねこのチャンネルで配信していきたいと思います。そして私がですね配信しております製パン動画の概要欄にはこのベーカーズパーセントを記しております。ですので皆さんが仕込みやすい、そして仕込みたい量をですねこのベーカーズパーセントを元に出して作っていただけますとベストではないでしょうか。ということでですね、本日はベーカーズパーセントについて皆さんと学びました。いかがでしたか？分かりましたか？これでねワンランク製パンレベルも上がったこと間違いないと思います。ぜひですね継続して自家製パンライフをですね楽しんでください。そして皆様お体はね必ずご自愛していただいて楽しくいきましょう。ではですね、本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。